こんにちは、スポーツトレーナーの中野です。今回は肋骨ほぐしというテクニックについて、より詳細にね、肋骨全体をほぐすようなね、やり方っていうのをご紹介したいと思います。で、肋骨っていうのは、背骨からね、わっとこう背骨とすごく深くつながっている、すごい広い範囲でね、つながっているものなので、背骨がこううまくもう硬いです、背骨がなかなか柔らかくならないですっていう場合にですね、もしかしたら肋骨の影響で、背骨がうまく柔らかくならないっていう可能性もありますし、それから逆にですね、背骨の硬さが肋骨に影響を及ぼして肋骨のあたり体幹がうまく使えないっていう風な状況を生んでいる可能性もあるので、背骨と肋骨っていうのは相互作用でね、良くもなるし、お互い邪魔し合ったりとかもしてしまうっていう風な関係性にあります。で、肋骨そのものの構造としてはですね、鳥かご状になっていて、上の方が締まっていってるんですね。上から見た時に半径も小さくなって、左右の上下の距離ですね、肋骨同士の距離もすごく狭くなっていって、上はすごく強固な作りになってますね。この辺からもう肋骨のトップってあるんですね。この辺一番で、下から下にずっと向かっていって12セット、左右で24本あるっていう風な、こういう構造になってます。なので上の方っていうのはやっぱり動きにくいですし、同時に硬くなってしまいやすい、普段の日常の中で使わないので硬くなってしまいやすいっていう構造になっていて、下はね割と大きく動きやすかったりとかします。で、上の方から順に解説していくと、上の方っていうのは先ほども言ったように動きにくいので、首の問題の根底になってしまっていたりとか、肩が近くにありますよね。肩甲骨とか肩とか、鎖骨とかね、近くにありますけれども、肩の問題の土台に実は肋骨の上の方の動きの悪さっていうものがあったりとかっていう風な関係性になっています。で、あとは呼吸ですね。呼吸に赤ちゃんってね、肺の上の方、赤ちゃんの頃って肺の上の方使えてるっていうふうに言われて、大人になると全然上の方って使いにくくなっていって、あんまり使えていないっていうふうなね状況にあるんですけれども、やっぱりね上の方って硬くなってしまいやすいので、そういうふうになってしまいやすい。とにかく上の方が硬くなっていくと呼吸機能もどんどんね邪魔されていきます。で、あとはここにね左側の鎖骨下っていうところにリンパの出口があるんですね。なので肋骨の上の方が硬くなってしまうことで、リンパの出口の流れが悪くなって全身がむくみやすくなったりとかっていう問題も生みます。それからあとは姿勢ですね。横から見た時に首が前に出てしまうような、こういう姿勢の人って結構多いと思うんですけど、やっぱりそういう人って必ずこの辺の肋骨の上の方が硬いです。で、肩こりの原因になってしまってたりとか、首のストレートネックの原因になってしまってたりとかね、そういうのもありますし、肩自体の動き、投げる動き、腕を振る動きなんかにこの辺っていうのは柔軟性が必要になってきますので、当然その柔軟性の中には肋骨の上の方の動きっていうのも含まれてきます。はい、で、下の方に関してはですね、下のね2セットは、背骨に後ろからしかつながっていないですね。他の10セットはこの胸の骨までこういうふうにつながってるんですけど、下の2本は有利肋骨っていうの浮いてるって、この辺までしかないんですね。この辺までしかね。なのでこの辺は非常に動きが大きくなります。逆に言うといろんなパフォーマンスの中で大きく使いやすい場所にあります。ただ、同時に言えることは、リスクとしてですね、この辺が非常に他の要素が弱いと、例えばいわゆる体幹のコアとか言われたりとかするような部分、骨盤底とかね、この辺の部分が弱くてすごく不安定になってしまっていると、今度は肋骨のあたりまで一緒に固まってしまってます。腰痛の人とかそうですね、こっち側がとか中が弱いと、背中側の腰痛のところで、腰痛が起こりやすいところの筋肉をグッと固めて肋骨も固定して、一緒にガチッと固まってしまう。不安定がゆえにそういう作用が出てしまうような場所でもありますので、やっぱり上とは違う理由でですね硬くなってしまうので、こっちは柔らかくしていかないといけないっていうのは同じなんですね。なので、固めることもできるし、柔らかく保つこともできる。で、こっちは基本的に柔らかいのを保つっていうのがね、パフォーマンスを上げていく上での戦略になっていきます。はい。っていう形でですね、非常に
すごく地味な部分ではありますけれども、パフォーマンスを上げていったりとか、体を良くしていくっていう意味でですね、やる価値の高い、地味な動きではありますけど、やる価値の高い部分ではありますので、しっかりね、今からやり方説明していきますので、しっかり取り組んでいただけるといいかと思います。はい。まず、では、一つ目ですね。一つ目からいきます。一つ目はですね、肋骨の前面、肋骨って言ってもね、前面にもあります。ここに胸の骨、胸骨という骨があります。で、そこからこういうふうにね、肋骨っていうのは出ていっていますけれども、肋骨が硬くなる時の特徴っていうのが一つは、こういうふうに前に沈んでいく、落ちていく、前方が落ちていくっていう傾向があります。ので、しっかり上げていくってことですね。上げていく。で、前に落ちていくときにはこういうふうにへこんできますので、逆の動きをしっかり出せるようにということですね。こういう動きを前面では要求されます。こういう動きが必要になってきます。なので、まずこの中心ラインからなんですけど、ちょっとマイクが近いですけど、この胸の骨の、中心からずっと触っていただくと、肋骨に移行する場所があります。この辺ですね。この辺ネクタイみたいな感じであって、その両脇に肋骨のくぼみがゴボゴボとあると思います。で、肋骨のね、溝に指をぐっと入れてほしいんです。3本ずつぐらいですね。3本ずつぐらい指入れてください。下の方からいきましょう。はい。この辺に入れていただいて、で、この状態で、こういうふうに開くかつ上に持っていきたいんですけど、まず分かりやすくするために逆の動きをします。下かつ閉じる。下に落とすかつ閉じていくっていうね、こういう動きをします。で、その逆の動きをしっかりやる。上げるかつ広げる。閉じるかつ、落とす。で、その逆、こっちが目的です、メインの。開くかつ上げる。で、これを何回かします。こういうふうにね。指の位置は変えずに、押さえたまま、押さえた部分ごと動かします。こんな感じで。はい。で、こっちもね、ちょっとずつ上にずらしていきます。下の方が動きやすいので、下からやっていきますね。で、だんだん上に向かって動かしていきます。で、鎖骨の際のところぐらいまでやっていきましょう。こういうふうに、こんな感じですね。はい。で、できれば呼吸もね、ふーっと吐いて、吸うときに肋骨の上の方って広がりますので、胸の上の方とかね、空気を入れるようなイメージで、ふーっと吐いて、こんな感じで呼吸もセットでやるといいと思います。はい。だいたいそれぞれね、3、4回ずつで何回か往復するような感じがいいと思いますね。で、これがど真ん中のあたり。で、あとは少し、前面の少し右側ですね。厳密な場所はありませんので、右半身の中心ぐらいのイメージでやってください。はい。同じように溝に、下の、この辺にもね、こういうふうに肋骨ありますね。この辺の溝に指を入れていただいて、動きの、両指でやるとやりやすいですね。こんな感じでやっていただいて、動きの原則としては一緒です。前に落とすときに内側に寄せる。で、下かつ、広げるかつ、こう、上は伸びていく、下はこっちに広げてください。こういう動きですね。こういう動きでやってください。こうやって、こう、下要素が入ってきます。下にぐっとね、押し広げるような感じになりますね。肋骨の下の方は下に広げていくような感じで、だんだん上に持っていってください。はい、こんな感じで。すごく地味ですが、非常に効果のある動き、やり方になりますんでね。はい。で、これはこのラインからちょっとずらしたりとかね、いろいろやればやるほどいいと思いますんで、ずらしながらいろんな面でやってみてくださいね。で、反対もですね、下の方の溝に手を入れて、で、こんな感じで閉じる、はい。閉じる、開く、閉じる、開く。しっかり開いてくださいね。しっかり閉じるのも、開くためには閉じないと開けないので、しっかり大げさに閉じて開く。閉じて開く。はい、どんどん上に行きます。閉じて開く。で、上に方に行けば行くほど、横要素を増やして、横と上の要素にどんどん変えていってください。上の方に行けば、さっきのど真ん中のあたりをやるのと一緒です。だんだん、こういうふうにね、閉じるときは下、上げるとき、開くときは外と上にもだんだんずらしていってくださいね。上に行けば行くほどそういう動きに近づいていきます。
はい、この辺りが前面のやり方ですね。で、続いて横からのやり方ですね。肋骨って非常に立体的に動きますので、横からいろんな方向からやった方が動きが出ます。で、横からですけれども、横からはまた下からいきますね。真横から手のこの辺、指先ではなくて今度はこの辺をじわっと当てます。で、肋骨触ると分かると思いますので、一番下あたりですね、この辺、ここが腰骨だとしたらこの辺になりますので、こんな感じでね、横に当ててください。で、こっからまず横にこう押さえてるところが中にグボグボ入っていくようにこうやってぐーっと倒れてください。はい、これ何回かまず繰り返します。広がるときに吸う。で、崩れてぐしゃーっと潰していくときに吐きます。3回ぐらいいきましょう。はい、で今度は少し上に。でここを保持しにくい人はこうやって手で押さえてもいいです。で進行上3回でとどめてますけれども、5回とか10回やっても全然たくさんやってもいいやり方ですのでね、たくさんやってください。硬いなと思う人はね。でできるだけ上まで行っていただいて、届く範囲でいいので同じことを繰り返します。で今座ってやってますけれども、できれば座ってやってください。骨盤が一緒に動いてしまうと肋骨動きね限定して出しにくくなるので、初期慣れるまでは肋骨動きが、分かるようになるまでは座ってやってください。骨盤固定したいっていう意味ですね。椅子でもいいですし、こうやって地べたでもいいです。で、慣れてきたら立ったままねやってください。じゃあ反対側、下からこの辺当てて、下からじわ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 とふーっと吐きながらね、崩していってください。こっちに体倒していいです。はい、でそっと上げて、はい、できるだけ上まで。もう手が届きませんっていう人は無理やり上げるとね、こっちはこっちで力みが出て別の問題が出たりするので、軽く余裕を持って届く場所までで大丈夫です。で硬いなと思うところがあったら、そこはちょっと念入りにそういう場所を見つけるとね、逆に体改善するチャンスですので、硬い場所が見つかったらそこは念入りにやるようにしてください。はい、これで横ですね。で横って言っても真横でも斜め横でもいろんな横がありますので、微妙に変える分には、OK ですので、そこは感覚を探りながら、どんどん探してみてください。で今度後ろからです。後ろからは場所は一緒です。押さえる場所は一緒で、今度は先ほど横からあったやつを今度後ろから。で後ろから当てて、今度はねもう少し立体的に動かします。こういうふうにさっきみたいに崩れていきながらグリッと回します。背泳ぎの腕みたいにですね、じわーっとやって肋骨がずれるのを感じ取ったら、そこからグリッと動かしてください。はい、その動きをゆっくりゆっくり繰り返します。肩はかなり下がります。かなり肩が下がって、逆に今度は上げてくる時には肩が上がりますんでね、こういう肩の動き、前から見るとこういう肩の動きをやってください。はい、なので腕は一回じわーっと押したらそのまんまで、あんまりグイグイ頑張らないです。じわーっと押したまんまこっちを動かしてください。ちょっと難しいコントロールかもしれないですけれども、慣れてくるとね、背骨を使って肋骨を動かしていくっていう感覚が分かってきますので、こういう感じでねぐにゃぐにゃやってください。はい、で少し上にずらして、理屈としては一緒です。背骨と肋骨のね隙間を作っていくようなね動きを作っていくようなイメージだけ持ってくださいね。背中側にも肋骨っていうのは当然ありますので、そっちに動きを出していきたいですね。はい、できるだけ上まで行って、ここまで行くとなかなかちょっと難しい人多いかもしれないですけど、さっきの横ではなくてかなり後ろの上です。肩の柔らかさがちょっと必要になってきますんで、難易度は上がると思います。はい、こんな感じで慣れてきたらスピードはこれぐらいでやってもらって大丈夫です。最初はゆっくりです。とにかく最初はゆっくりやってください。はい、早くやると力んでしまうんでね。はい、反対もいきましょう。後ろから下の方が動きやすいので下からいきます。動き出やすいんでね。
はい、こんな感じで動かしてください。ゆっくりいきましょう。ゆっくりゆっくり。はい。でちょっと上。はい。呼吸もね、呼吸はこれの時は、結構ダイナミックに動いてるので、どこで吐きましょうとかあんま気にしなくていいです。一定のリズムで動きに合わせて呼吸を作っていきましょう。はい、こんな感じでやってみてください。はい、でですね、この肋骨ほぐしは時間がない時には一番最後のやつが一番やっていただきたいやつなので、後ろからっていうバージョンを、優先的にね選択してください。でこれっていうのは冒頭に言ったみたいに背骨とセットになります。背骨の動きを上げたい時、それから体幹の動きを上げたい時なんかに肋骨ほぐしは非常に効果を発揮しますので、サポート役としてね非常に効果を発揮しますので、このチャンネルで出しているようなね背骨のトレーニング、背骨系のトレーニング、それから背骨を柔らかくしていくようなストレッチ系、そういった時にですねこの肋骨ほぐしを合間合間に入れるような組み合わせにすると非常にね相互作用、両方背骨も肋骨も両方良くなりやすいので、どうせやるならですねそんな組み合わせを考えていただいてどんどんやっていただくといいかと思います。で、同じようにですね僕が代表を務める JALTA っていうところで出している、トレーニングプログラムっていうのがあるんですね。オンラインで全部動画を見ながらやるっていう、時にも背骨系のものたくさん、出てきます。それぐらいスポーツにとって背骨の動き、体幹の動きって重要なので、そういったトレーニングの時にもこの肋骨ほぐしっていうのをね、ぜひ導入して、組み合わせてやってみてください。そうするとね同じ時間のトレーニングでもちょっと隙間の使い方とかインターバルの使い方を変えるだけで非常に効果っていうのが大きくなりますのでね、ぜひ取り入れてみてください。はい、それでは今回はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。